世界一美しき女王は特別な魔法のかかったリンゴを作ったんだけど、どうしてブドウやレモンやオレンジじゃなくてリンゴを選んだんだと思う？答えは決まってるよね。きっと女王はリンゴが大好きだったんだ。そう思うと親近感湧いちゃうよ。作ったリンゴは真っ赤だったって言うし、僕もそんなリンゴを作れるようになりたいな。さっきの授業で海の魔女の話が出てきたんですけど、彼女は言葉だけじゃなく身振り手振りも意思疎通の方法として大事にしてたらしいですね。改まってなんだ？それがどうかしたのか？そのマジフトの試合でもジェスチャーを使った合図は欠かせないものだと思って。まあな、メンバーだけに分かる合図を決めておけば作戦が敵にバレずに済む。初めて僕の合図がレオナさんやラギーさんに伝わった時は嬉しかったです。作戦がうまくいったし、改めて自分がチームの一員になれた気がしましたから、次の試合でもまたここぞって時に合図を送れるように頑張ります。バルガス先生は学生と距離感が近い、いえ、少し近すぎるところがあるかな。マジフトの試合で勝ったら必ず部員全員で先生を胴上げしろって言うし、僕がメンバー用に作ったリンゴの蜂蜜漬けも先生がほとんど食べちゃいましたし。俺が食おうとしたらバカ力でディフェンスしてきやがって。あの恨みは一生忘れないっす。神の子だと伝わる英雄と彼を鍛えた師匠は仲が良くて友達みたいな距離感だったって言われてますけど、そんな師弟関係を目指しているとか？何も考えてないでしょ。だってバルガスだよ。それもそうか。残念です。弟子になれたら僕もあんな肉体を手に入れられたかも。まあ目指すものは人それぞれっすからね。美しき女王に仕えていた狩人はとても有能だったと言われているよ。彼は女王から密命を受けた際、ただ指示に従うのではなく、自ら考えて最善の行動を取れる人物だったそうだ。トレビアン、非常に能動的で素晴らしいね。ますます彼に対して尊敬の念を抱いてしまうよ。ビルを支える者として彼を見習わなくては。呪術師のヒヒは聡明ながら陽気で、王子を諭す際には歌い踊りながら現れたという、知性とともにユーモアを感じさせるエピソードだと思わないかい？歌って踊った後に真面目に諭すだなんてすごいギャップだな。ああ、ギャップといえば先日エペル君が出るマジフト部の試合を見に行ったけれど、可憐な彼が見せた大しさと勇敢さに感動したよ。ためらいのない体当たり、敵をひるませるほどの雄たけび、パスを外した後の地弾だ。どれもボーテ。相手チームと乱闘になった時も目が離せなかったよ。乱闘？あの可愛い顔で？また大げさな表現をするな。後輩の活躍を見られて嬉しかった。次の試合もこっそり見に行こう。レオナ君にラギー君、他にも観察したい対象がいることだしね。おうらら、また実験失敗だ。何が悪かったのだろう。最近ずっと難しい顔をしているな。どんな実験をしてるんだ？完璧なウォータープルーフの日焼け止めを作るための実験さ。ビルが海辺での撮影で何度も塗り直すのが大変だと言っていたんだ。そういえば海の魔女は魔法薬の調合を海中で行ったと伝えられている。本当ならすごい技術だよな。海水が魔法薬に混じってもダメにならなかったってことだし。ああ、海の魔女の伝承に
ウォータープルーフに関するヒントがあるかもしれない。彼女の魔法薬作りについて記した文献をさらに調査してみよう。全てはビルの美しい肌を紫外線から完璧に守るため。実にやりがいがある。自分じゃなくてビルのためにそこまでやる気出せるなんてルークらしいな。美しき女王が好んだメイクの定番は紫色のアイシャドウと赤いリップ、そして指先はベージュのネイルで飾ったと伝わっている。華やかなメイクにあえてシンプルなネイルを合わせるなんてさすがね。トゥーマッチにならないベストなバランスを意識していたんだわ。ファッションとメイクは引き算が大事。上級者には必須のテクニック。なのに足し算ばかりして派手で下品なメイクになっている寮生をたまに見かける。そんな小じゃがたちにはすぐ部屋に戻ってメイクをやり直すよう注意してるわ。好奇心旺盛な女の子は初めて会った花たちと楽しく歌ったそうよ。初対面で違う種族の生き物と盛り上がれるなんてすごいコミュ力だね。もし芸能界で上を目指すならそれよりもっと高い社交性が必要になるわ。歌や演技が上手いのは当然。それらの技術と同時に求められるのは作品作りに必要なコミュニケーション力。両方兼ね備えたものだけが頂点を極められるの。とても厳しいんだね。どうしてそんなに大変な思いをしてまでいろんな人が芸能の世界で上り詰めようとするんだろう。その疑問には私も答えを出せない。だけど一つ理由を挙げるなら晴れ舞台で浴びる光には抗えない魅力があるってことかしら。美しく華やかな毒とも言えるかもしれない。一度飲んだらもう後戻りはできないもの。この前有名な演技指導者のワークショップに参加したけど素晴らしい内容だったわ。特に面白かったのはグレートセブンの逸話を役者が演じてみせるワーク。私は百獣の王が炎の燃え盛る中崖に立って敵と戦う場面を選んだの。検索完了。当該場面の絵画資料がヒット。おお、鬼気迫るシーンだね。でもライオンを演じるなんてどうやったの？逸話をイメージしたコンテンポラリーダンスを踊ったのよ。彼が敵に感じた怒りと焦燥、王国への思いを想像して舞い切ると拍手が起こったわ。すごいや。ちなみにどうして美しき女王じゃなくて百獣の王を選んだの？演技の幅を広げるためよ。時にはワイルドな役も演じられれば素敵でしょ。